一手間ですけど、あえてちょっと一手間かけて手羽先のその先の可能性を皆さん感じましょう。手羽先の唐揚げでございます。ちょっと変わった作り方で食べやすいかつお肉の部分がジューシーになるんですよ。うまっ、すごいジューシー、肉汁が溢れ出す感じ。ああ、唐揚げ食ってるって感じですね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、手羽先の唐揚げでございます。もう10月に入ってね、だんだんと涼しくなってまいりましたので、揚げ物もねちょっとやる気になってくる時期なんじゃないかなとか思ったりして、かつやっぱりね、涼しくてもねビール美味しいですよね。そのビールに合わせてちょっと変わった作り方で食べやすい手羽先の唐揚げを作っていきます。では材料紹介です。まず鶏の手羽先10本、にんにく、生姜、醤油、酒。これ一般的な唐揚げと同じです。だから今日のポイントは鶏手羽先の下ごしらえということですね。あと揚げる粉は片栗粉で油です。じゃあ早速下ごしらえですね。もうここしかポイントないんですよ。手羽先の唐揚げって大体このまま揚げますよね。でこうやって食べる感じ、ほぐしながら食べるっていうかな。じゃあ食べやすくしてさらにジューシーにするにはどうするかってことを考えたわけですね。でまずここの先の部分ですね。でここをまずこう切り落とします。こう縦に置いて、ここ間隙間があるんですね、ちょっとだけ。で隙間を探りつつ結構簡単に切ります。こうやってでこうやってね分かれますよね。そしたら切った方と反対側の骨と骨との間がありますよね。こことここの間、ここにこうやって切ればいい。はい、ただ全部先に切り離して今の作業をしていきます。結構簡単に切れるでしょ、ね、硬そうとか思ってても。でこれ全部終わりましたね。でこっちは今日使いません。でこれ冷凍しておいて野菜スープとかと一緒に煮込むといい出汁出るんですよ。当日その唐揚げする日にスープ作ってもいいし、捨てないでくださいね、もったいないですから、すぐ使わなければ必ず冷凍。そしたらこちらの下処理さらに続けていきます。太い骨と細い骨があります。でどっちか片っぽになったら骨掴んで食べれるわけですよ、スーッと。かつお肉の部分がこう肉の分厚さが出る。そうするとそこの部分ジューシーになるんですよ。なのでここを抜いていきます。細い方の骨をしっかりと握って指でこそぎながら下に下ろす。ぐーっとこうやって出ますよね、骨がね。ただバキって外側に折って引っ張る。結構簡単に取れる。細い方の骨をしっかりとグリップして下まで這わせて取ると。で肉がそげたら外側に折ってこういう状態になるわけですね。こうやってね、ダルーンとダルーンと。でこの骨もさっきと同じように出汁が出るのでもったいないから捨てずに一緒に取っておいてくださいね。これ慣れがねだんだん出てきますからね。慣れると超早くなります。これは手羽先を食べる技としてもともとあるものなんですか？両方抜くレシピとかもあるんですよ。骨を両方抜いちゃう。これちょっとそうやって丁寧に下処理してるお店とかもありますよね。僕が行く中華料理屋はその両方抜いた状態でエビのジャンにつけてる唐揚げ作ってますね。今回はでも片側だけにしたのは両方が大変だからですね。食べやすさとジューシーさ。なんか手を汚すのが嫌な時があるじゃないですか。これはお箸で持ってそのまま手を使わずに食べれるからね。何かな。はい、これで全部できましたと。そしたら漬け汁、お酒。今日は非常にベーシックにしました。お醤油とお酒とにんにく、生姜オンリー。唐揚げもね非常にいろんなレシピがありますからね。
いろいろね本当にやりましたね。玉ねぎすりおろしとかりんごすりおろし加えたりごま油加えたりりんごジュース加えたりってやりましたけど、言えることはですね、何やっても美味しいですね、唐揚げは。ここに今骨を抜いた手羽先を入れていきます。でよく揉む。かな。そしたら上から落としラップギュッと。ラップとお肉の間が開かないようにラップで蓋する感じ。そうするとちょっと漬かりが早いですね。こんな感じですかね。これで1時間ぐらい漬けていきます。で1時間漬け終わりがこの状態ですね。ちょっとお肉の色変わりますよね。やっぱお醤油が入ってて塩分が入るので少しこうお肉から水分が出る感じ。この水分と片栗粉が一緒になったところがガリガリになるので、ここに片栗粉が大さじ4。で揉み込む。こういうちょっとネチョな状態になりますよね。こういうねちょっとした状態なんですよね。そしたらこのねちょっとした状態に片栗粉をさらにまぶしてこんな感じ入れていきます。170度以上ですね。以上の温度保ってた方がいいのと、あと時間でいうとやっぱり 4,5 分って感じですかね。ちょっとやっぱ骨周りのお肉なので太い骨の周りが火通りちょっと悪いと思います。あえてねこういうの、これ片栗粉と漬け汁が固まったものなんですけど、これあえてねこうくっつけてもいいですけどね、付着してこないでもあえてくっつけてやるとそこめちゃめちゃ分厚いガリガリになりますね。いいですよねこれね。これあれですね、最後に入れたやつですね。衣尋常じゃないもんね、ここねガリガリって。これがなんか理想はいろんなところにランダムにくっついてるっていうのが理想ですよね。はい、では盛り付けていきます。お好みでレモンですね、今日の味付けであれば。完成です。先ほど手が汚れるのが嫌だって言っておりましたが、今日は骨抜きましたんでね、1本しか残ってない骨の骨離れの良さをちょっと出すために手であえて食べたいと思いますね。やっぱりセットはビールいきますよ。骨掴んでねいきます。うまっ。すごいジューシー。肉汁が溢れ出す感じ。それを一気にビールで流し込むとね、唐揚げ食ってるって感じですね。こんな感じでね綺麗に食べれますからね。ちょっと一手間ありますけど、それこそグリルで焼いたりフライパンで焼いたり、する時にもこのやり方でやるとかなりジューシーに仕上がると思うので、手羽先のその先の可能性を皆さん感じましょう。ごちそうさまでした。